それが片はい、です。片面ね。はいはい。これが本当のラーメンよ。これ辺野古のせんべい。そのまんまで。はい、ちゃんぽん上がりです。普通でいいのね。これでしてね。よし。はい、出来上がりです。はい、どうぞ。はい、ありがとう。ラーメンが好きなんです、私。本当に昔から。うちみたいなのは珍しいですよ。お金もかかるんですけれども。だから美味しいラーメンをやっぱり食べていただいて。これもラーメンのスープを入れてやるんですよ。だから美味しくなる。大丈夫よ。私は大丈夫。お腹いっぱいになるよ。野菜が多いから。市場ですね。はい。社長おはよう。またすいませんけど。電話してきて。了解了解。綺麗かね。飴玉やってき本当ですか。ありがとうございます。ここが正面。ここが正面ですか。これが正面。おー、これですよ。あ、ここか。へえ。お家からお水持ってきてるんですか。家が井戸が64メーター沸騰と。井戸水っていうんですか。井戸水使って、ラーメンに使ったりしてるんですか。お客さんに飲ます程度で。なるほど。作ってくださったのよ。お客さんがね。これはお父ちゃんが作ってる。ここに棚があったらいいんだけど、でもシャッターだからね、つけられないのって言ったらね、作ればいいっちゅうでね、これ作って持ってきてくれたの。もうありがたいこと、ありがたいこと。社長は。にゃんこ。にゃんこちゃんも。びっくりよ、今日は。お兄ちゃんが来てくれてるよ。よかったね。もらって。さあ、お願いします。今日も一日頑張りましょう。ね、あなたたちも頑張って。はい。おー、すごい。片方。ああ、なるほど。上等じゃん、手作りだから。これが片面。もう10年使ってるからね。水色が普通。へえ。夏はかき氷。これ冷ややっこは何かにつくんですか。いや、これね、お客さんのサービス。ラーメンやら頼みしたでしょ。そしたら、これは全部つけてあげると。そして、ご飯の人には漬物とね、この豆腐とふりかけ。豚骨です。豚骨ですか。うちは昔ながらの、これは豚ちゃんの頭のてっぺんの骨、こうやってね、か
下げてるでしょ、上がね。出しとかないと新しい船が入れられないんですよ。私のラーメンの師匠が骨だけは削ったらダメっつってね、おっしゃってましたからね。私のケチなところもったいない。すごいおいでにならないけど、準備だけはねやっぱりしとかなきゃいけないものですから、10時半ぐらいにはおいでになりますね。これからレースが始まる前に食べて。前に食べる方はね、やっぱり早いですよ。G1 の方がね、やっぱり早いですね。田舎のじいちゃんたちはね、頭数が多かったらね、わからんっておっしゃる。それでお父ちゃん、片面だけ、チャーシューとか出してもらって。緊張しますよ、最初のラーメンはね。美味しいだろうとは思うけど、やっぱり、何年経っても緊張します。美味しいかなと思って。やっぱお客さんが美味しかったおばちゃんなんか言うと、丼をこう持ってね、コップまで食べて飲んでください。嬉しい。朝はね、モーニングサービスでしてるんですよ。最初のお客様だけね、通常は半玉なんですけれども、モーニングサービスでね、一つ差し上げるんですよ。うわ、本当ですか。ネギでしょ。はい、どうぞ。よろしかったらどうぞ。ありがとうございます。いただきます。すごい美味しいでしょ。それで食べた後がさっぱりするでしょ。それでいろんなね、栄養が入ってるんです。病院のね先生からラーメンのスープは飲んじゃいけあんまり飲まないようにって注意を受けてないんだったらね、栄養剤と思って飲んでくださいと私言って。これもよく出るんです。これもラーメンのスープを入れてやるんですよ。だから美味しくなる。ちょっとね、大丈夫。私は大丈夫。少しね、これがね、ちょっと少ないなって思ったら、もうちょっと後でね、野菜が早く柔らかくなる。戻ってきたけど、あれ？どこまだいった。入れてとろみをつけます。これにね、手を手術してからね、手が本当に言うこと聞かなかった。それでこれにお腹いっぱいになるよ。野菜が多いから。でこれで熱でね、麺が柔らかくなって。ごちそうさん。ありがとうございました。気をつけて帰りなさいよ。気をつけて帰りなさい。車一時出とくじゃん。もうここには30年も通うよ。そんなことじゃない。ここにあったお店の時から来てくれてる常連さん。そうですよね。30年中たらね。でさっき作った入れる。
そうです。チわあャーシューも自分で。お、美味しいですよ。やっぱり。もう塩コショウなんかだからあまり入れません。ちょっと味がぼやけた時にうん塩コショウして。で、筋普通が2つやろ。はい、2つです。はい、ちゃんぽんできました。食べやすいようにね、うんもう切っといてやる。誰が切るか食べるかわかんないからね。うん普通でいいのね。うん。はい。はい、カツカレーです。今小さくして。はい。こぼれて。腹のてっぺんだけが飛びかけ。はい、焼きそば上がりました。はい、どうぞ。ネギ揚げ取ります。はい、はい。ね。はい、だから濃い了解です。はい、ね。どうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、ちゃんぽん上がりです。はい、お待たせしました。はい、それが片はい、です。片面ね。はい。はい。これでいいの。いい匂いしよろ、食べたい気分じゃねえ、これでしてね。よし、はい、出来上がりです。はい、どうぞ。はい、ありがとう。はい、お待たせしました。競馬第8レースで4番大きさはね、揃えとかんといかんとね。あんまり薄すぎてもいかんし、お処理のおじいさんたちとか歯の無縁してもらっしゃるけんさね。はい。綺麗な色でしょ。うんこれが本当のラーメンよ。これでのこのせんでいい。そのまんまでうん。最後ですね。よし。
朝は普通麺。はい。あれ全然聞こえないのよ。左側が聞こえないの。でね、もう知ってるお客さん、昔からのお客様はね、わざわざここまで来てね、おい、ダメ。いいお客さんばっかりよ。入る時間がだんだん近くなったらね、元気なのね、年寄りは。はい、はい、ちゃんぽんです。届けたから。はい、お待たせしました。お店の名前のこの龍ラーメンって、名前の由来って何かあるんですないです。いや、ないっちゅうがね、か？はい。私はだいたい交流ってしたかったんです。そしたらびっくりしたんですよ。ここの看板がね、はい。龍になってたんですよ。あ、もうここはしょうがないな、龍がついてるからいいやって思って、前の人のそのまんま看板はね、ラーメンが好きなんです私。昔。本当に昔から近所にラーメン屋さんができたって言ったら自転車こいでもう食べに必ず行っておりました。どんな遠くでも骨だけで本当に作ってるのっていうのはあんまり少ないんじゃないですか。やっぱり骨と一緒にインスタントを混ぜるとか、うちみたいなのは珍しいですよ。お金もかかるんですけれども、だから美味しいラーメンをやっぱり食べていただく好きだからです。だから毎日もう味見は必ず。あ、おっちゃん、ありがとうね。うん、いや、こっちこそ大きに。ママよか実践記録も。